こんにちは、北谷です。軽トラキャンピングカー DIY 第13弾。塗装後に乾燥させた外壁は落ち着いた色合いで好みに仕上がりました。今回は塗装したノジ板の隙間にコーキングしていきます。マスキングテープを剥がしたらビス穴をコーキングで埋めていきます。最初は塩性シリコンを使用する予定でしたが、これ以上塗装しないのとあまりの有効活用を兼ねて通常のシリコンでコーキングすることにしました。コーキング剤で穴を埋めたら表面を慣らしていきます。この時点ではコーキング用ヘラを購入していなかったので端材で慣らしています。ちなみに一番手前は側面と背面で柱の位置が違うのを忘れていて穴を開けてしまいました。同様に側面、前面すべてのビス穴をコーキングで埋めていきます。この作業は塗装前にやってはみ出た部分を削った方が良かったと思います。初めてのコーキング、これもいい経験になりました。一晩置いてビス穴のコーキングが乾いたらノジ板の隙間に取り掛かります。まずノジ板の隙間に沿ってマスキングテープを貼っていきます。この時ノジ板の伸縮具合で隙間にばらつきがあるので、隙間ぴったりよりもマスキングの間隔が同じになるように貼った方が綺麗に仕上がりました。背面はそのことに気づく前なので隙間ぴったりにテープを貼っています。マスキングテープを貼ったらその上からコーキングしていきます。ノジ板の継ぎ目と違って表面に見える場所なので最初は緊張しました。塗り終わったコーキングを慣らすのはコーキング用ヘラを使用しました。端材よりも断然綺麗にならせるので初めから買っておけばよかったです。テープ部分は汚くても問題ないので残る部分が綺麗になるように慣らしていきます。テープを剥がした時、コーキングだけが綺麗に残るのはなかなかの快感でした。あとは側面と前面も同様にコーキングしていきます。今回ダークブラウンのコーキングを使用しましたが、塗装とマッチしていて満足しています。
ところどころ見えていた隙間もなくなり、きれいに外壁が完成しました。完成も見えてきたので、そろそろ軽トラも本腰を入れて探そうと思います。次回から雨漏り最大の鬼門、屋根に取り掛かります。それではまた。